もと、この店自体がもう40年ぐらいになるんですけど、はいで創業者の人はもうしなかったんやけど、今は代替わりして、もともと店長やってた人間が社長でやってます。僕もなんやかんや長いですね。20年とか。豚の骨よ、ちょっとだけ煮込んで、ちょっとまあ煮込んだスープに豚の肉入れて味付けて出してます。ホテルとかでいろいろね、この黒いこれだけ、これがね結構ね、これ前日から仕込んでた味玉です。大体タレに1日漬け込んでる感じですね。これで60、70個近く入ってます。基本的にラードで、餃子焼く時もラードで、焼き飯もラードでやってます。具を先に作っといて、で焼き飯用のご飯は焼き飯用の硬さに、白ご飯用と別の硬さに炊いて先に半分合わせとくんですよね。注文取ったらその後の調味料まで入れて仕上げるみたいな。京橋店と布施店と鶴橋本店です。3店舗ですね。70から80キロは出ますね。
食べておりました。ある程度煮込んだ肉に切り込み肉やるとね、肉炊いたらその中にうまみがね凝縮されるんですよ。肉の中のうまみがスープに溶け込んですごく美味しくなるんですよ。豚の骨と豚の肉で、十分味のついたスープ、でこれを営業用として中で取ってます。夫婦でね、2人で店始めるときに、これからは2人頑張って稼いでいこうって言って、2両っていう店にしようとしたらしいんやけど、子供がお腹にその時おったことが分かって、ああ、じゃあもう2人半稼がなあかんかと、頑張ろうっていうことで、今2両半っていうことにしたらしいんですけど、スープはこれ一つで何日分なんですか？いや、これ今日のお昼ぐらいの分がでですよ。平日やったら200から250ぐらいかな。作るのと並行して餃子巻いてます。今日でね、だいたい80人前から90人前ぐらい用意してます。うちにいてるスタッフもみんな長いからもう飽きてきてるからちょこちょこまかないをでまかないに試してよかったら新しく商品にしたりすることもあるんで、うちの焼き豚の盛り合わせとかと一緒に食べたりとかね。
もうずっとお肉おろされてるんですか？そうやね、もうだいぶ古いね。もう40年近いんちゃうかな。もう大好きね。もう焼き豚が美味しかったね。めちゃくちゃ。普通やったら、まあ何店舗も出してたら、だけど同じ味を出してるいうのが素晴らしいわ。車は別店舗に配送するようなんですか？そうですね。何を配送されてるんですか？お肉とか餃子のネタとかで、キムチもうちは自家製で作ってるから、キムチとか。ちゃん焼きにしてはい、それでやらせてはい。餃子都合に。オッケー。これ卵1。あ、かんちゃんさん。はい。ありがとうございます。いらっしゃい。
はい、さっき、はい、3つから。はい。はい、餃子入りました。次はこれチャーライチ。はい。卵煮から。はい。以上でよろしいですか。はい。はいよ。特製。ラスト。はいよ、ノーマルでいい。提供スピードめちゃくちゃ速いですね。それが命みたいなとこあるよね。もう入れやすい時間少ないからね。
よシアにそば屋さん特一のまだ入り共に野菜多めになってます以上でよろしいですか。はい、ゆっくりどうぞ。はい、焼き飯です。はい、そぐらいのまででいい。はい、オッケー。部位はね、赤身とバラと。何も言わんかったらもうこの辺になって使ってます。はい、その方にね。メロウ。はい、お持ち帰り焼き飯だい、お待たせです。はい、お持ち帰りや。6番、あ、7番。今日は醤油ラーメン。あ、醤油ラーメン。ね、最近ちょこちょこ。もともと京都に住んでて、まあ京都風のまあ醤油ラーメンっていうので、まあよくここに。はい、味噌だりバラヤさん。はい、どうに。はい、特製のノーマルでいい。540円。ありがとうございました。はい。はいぜー。ネギ多いめ。
上でよろしいですか。セットの味噌。これネギとか多くできる。ネギをお願い。すいません、半茶置きます。そう、ネギ塩だい。はいよー。麺大です。緊張しようよ。ちょっとやめてください。緊張しちゃいますから。すいません、いかがでしょうです。すいません、毎度。もう2週間で4日ぐらいね。 2週間に4日。結構。 2週間に結構多い方かな。何がおすすめですか。味噌。俺は味噌。俺も味噌が好きか。ああ、もうここ俺長い京都出身やからどこやったらやめられるすいません、3名様はーい。オッケー、ノーバルな。2名いらっしゃい。あんちゃんははい、大とチャーシュー麺から。麺大とチャーシュー麺になりますね。チャーシュー麺。はい。すみません。なんか食べるとやっぱ美味しい癖になるそれで来てるからはい、ハムダスでーす。めっちゃいい匂いするね。次の麺。よはいよ、塩茶ノーマル。醤油とよろしく。醤油と味噌と塩があるんですけど。醤油で結構。醤油で。
いません。はい、いらっしゃいませ。あ、これ。あ、できた、これ。はい。醤油とよろしく、醤油と味噌と塩があるんですけど。醤油で。醤油で。はい。
豚の骨と、あと鶏の足入ってこう作るのに大体何時間かかるんですか？死ぬ気が一応6時間っていうので決まってるんですけど、はい。トータルスープは10時間ぐらいかかる全部抜くのに。かなり手間かかりますね。そうですね、これ結構基本毎日なんで350ぐらいはかけるんですね。スープの火止めたら多分キッチンさん。
すいません、半ちゃんです。はい、お待たせしました。両方入りです。はい。両方入りです。うまいぞ。食べるか。ちょっと甘みもあって、やっぱ日本人が好きな味やわ。だから酸味も抑えめで食べやすい。もうラーメンに合う。うまい。次としたちゃんぽん1、日替わり1です。はい。はいよ。入りで片面です。よ。醤油ラーメン片面です。ちゃんぽんです。全然今ゼロパーなんですか。はいよ。なしが2つ、パンも。ラーメン。醤油です。パンが2で1枚ネギ抜きです。はい、いらっしゃいませ。はいよ。醤油と肉醤油、ネギ抜き。はい、半ちゃん。
一番人気は何なんですか？人気はでも肉醤油か豚骨ですかね。はい。第一です。定位置 2.1 です。先に通した肉醤油大です。種醤油です。はい、片面。こっち普通麺。はい、お伺いします。豆両方ノーマルです。はいよ。はいよ。ノーマルです。よ。はい、お願いします。お願いします。麺一杯に先に取ったで。はい、おおきにありがとうございます。はい、担々麺。塩。肉醤油ラーメン大盛りのお客様ですね。醤油ラーメンお願いします。じゃあご注文以上でお願いします。白醤油にしてはい、お待ちしてます。はい。よ大々です。いらっしゃいませ。お一人様片付けてご案内します。はい、お肉どうしますか。麺に半にでラーメン。シーベン唐揚げが2つで OK です。はい、少々お待ちくださいね。はい、白肉。これが焼き飯大盛りのお客様。はい、すみません。カンチャーセット。辛かった。時間かかると言ってます。はい、冷製麺。あ、それだけですか。OK です。開けます。はい。ラーメンが入れて味噌カタノーマルです。ラーメン。あちゃう。
ャーシュー肩ラーメンです。はい、入りです。ごめん、バラ。はい。ラーメン。はいよ。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、お待ちしてます。によいしょ。豚骨なのにニンニク少なめです。はい。チャーシュー麺のハーフで、味噌チャーシューで。はい、いらっしゃいませ。ございます。はい、日替わりのところ。ラーメンです。チャーシューバラとですね、チャーシュー麺バラハーフ。はい。はい。はいよ。味噌チャーシュー。はい。ハーフです。味噌チャーシューのハーフですね。はい。醤油チャーシュー麺のバラになります。はい、お待たせいたしました。はい。でもチャーシューバラ美味しい。チャーシューにも味がついてて、でちょっと分厚くて美味しいです。
この辺で朝5時までで、はい、結構あるんですか？不思議なことに12時から忙しいですね。夜中3時ぐらいにお待ちが出るような状況ですね。結構ね、もうコロナで昔は遅くまでやってるとこ多かったんですけど、もうコロナになって開けてもそのまま営業時間を短くしてるとこうちぐらいじゃないですかね。そのまま戻ったのそうですよね。居酒屋の従業員とかそういったスナックの人とか終わりで2時ぐらいからガーッと来るような感じです。一回戻したらいいんじゃん。
しゃい、どうぞ。名産です。種類バターの。はい。いいです。はい。はい、いらっしゃい、どうぞ。やってやってはん。野菜餃子とセット餃子一緒に持ってくれていいよ。はい。はい、ありがとうございます。
2人は本当初めて誘ったようなもんで、もう西淀川、重曹区、市民の人らはもう福ちゃんラーメン以外ないよね。でも美味しかったです。そう。めちゃくちゃ美味しい。福ちゃんの味噌のうまみ。70万。
こっちが今日の朝できた鶏です。この油はラーメンと混ぜそばで使います。これまた後で火入れるんで、これが白だしになります。で煮干しはこれが塩ラーメンの煮干しだしになります。小料理屋っぽいっすね。一応イメージはそんな感じで、はい、ちょっとこう落ち着いた感じの、お子さん来た時のためにテーブルを置いておきたいなと思って、それでそっち側にテーブルを置いて。でこの状態になったら潰していきます。
あ、結びっていうのは、もう独立する前から結びにしようって2人で話し合って決めてたんですよ。でその頭に何つけようかってなって、なんかでも中華そばとか、なんかラーメン屋とか麺どころとかってなんか全然しっくりこなかったんですよね。でずっと悩んでて、どうしようかな、麺みたいな感じで言ってたらおそれにしようやみたいなそんな流れです。まあ結びは、なんかこうまあいろんな人たちとのこうつながり、まあこう結びついて、まあ今の自分がいるみたいな、そういうのがあって、まあ、いろんな人と関わって、まあ、自分一人じゃないよ、一人でできてることじゃないよ、いろんな人がおって、その人たちに助けられて生きてる。でそれでいろんな人との結びつきっていう、そういうのから来ているですね。燻製するときに、この豚の脂身を炭の上に置くんですよ。ほんじゃ煙がブワーって出て、それで、まあ、燻製していく感じですね。こんな感じです。今まだですけど、この辺も乾いてきてるんですよ、だんだん。もうちょっとですね。もう色めっちゃ変わってきてますね。もうちょっとだけいぶしたいかなって感じです。
本当はそれに入ってる。今炊いてるやつなくなったらそうですか。うまみとかはやっぱ鶏の方が強いんで、鶏でうまみ出してあげて、で、げんこつでこの濃度とか出してあげて、この背骨で肉多いんで、はいこれでちょっと肉の甘みみたいなのを移してあげる。背骨はあんまり炊きすぎない。出してあげる。今日誕生日だったもんね。おめでとう。あ、おめでとう。やってやって。はい。さ、なになに。なんかエビカさんらしいかも。もう選んだ。選んだってこっちがいいから、こっちはやっぱこっち。乳蓋骨。どう？誰しとんねんってここにあるから。
ルツルしてた、ツルツル。あ、そうそうそう。周りがね。昨日もやけど、なんかやっぱ。ずっと前から私はほら、きよちゃんから見せてもらったから、すごいことになってる。いらっしゃいませ。塩です。はい、どうぞ。お待たせしました。お待たせいたしました。すいません。はい、大学近くで。よく食べられるメニューとかってあります？塩。あ、塩なんですね。まあ週1で来てる時も、はい。一口目飲んだらこんな美味しかったっけと思うぐらい美味しくて。いらっしゃいませ。
No, I think it's the best ramen in Kansai. It's very very good. My favorite. これ終わったら骨入れるんだよ。どうして？はい、どうぞ。はい、どうぞお待たせしました。お待たせいたしました。メンマ好きなんですよ。70万。シナンチュクって珍しいですね、こんな大きいの。普通なんか細いのがね、入ってるけど、食べ応えがある。ありがとうございます。お気をつけて。ありがとうございます。こちら。ありがとうございます。あるよ。
塩の方ですね。はい、どうぞ熱いのでお気をつけください。次は醤油に。すみません、お待たせしました。熱いのでお気をつけください。お待たせしました。マジで美味しいです。ありがとうございます。お待たせしました。お待たせいたしました。お待たせしました。お待たせいたしました。今そこでいいです。お待たせいたしました。メイクしてもできそう。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。お気をつけて。ありがとうございます。後でお預かりしますね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はいよ。先方にお願いします。卵は醤油のこれだけやな。これまたじゃあ待っときます。チャーシュー食べよう。
切れる？じゃあ塩の特盛り置いてきますね。あ、いいかな。いただきます。ごちそうさまです。さんです。ありがとうございます。あ、わかりました。すごい。長くしないとね。長くしないとあんた。なあ、それだけもう毎日ね、麺とか。はい、こっちになってます。あ、本当だ。お待たせしました。いただきます。鹿児島ですね、僕。就職で2014年にこっちで、大阪か。大阪で就職したんですけど、関西のラーメン美味しいから、なんか地元の人たちに教えたいなって。でももっとすごい人がおるから、僕が職人なんてまだまだ、もっとやらなあかん、もっと勉強しなあかんし、とはやっぱ思いますね。浮かした油っていうのはラーメンを作った時に細かいキラキラっとした油にならずに食べたら胸焼けするような油になるんで酸化しちゃういうことですか？そうですそうです。今の時代のテーブル席にしたらちょっと狭いかなっていう感じですけど、まあまあカウンター6の、テーブル席が4人掛けがあったって14ですね。うちはご飯物ってチャーハンがメインになるんで、浸水はさせないですね。
でその時にもう鍋の蓋の上で鶏油であるとか一番先に使うチャーシューとか温めていく。これがチャーハンに使うラードですね。自分でカットするんですけど、炒めんまの状態でカットした直後はもっと細いんですけどね、これを最低3日4日ぐらいは水返してどんどん太くなる。もうちょっとね、この近隣の方にアピールしていきたいなっていうのがあって、結構ねまだ近隣の方でも知らない人が多いんですよ。結構いてはるんですよ。僕の学生時代のあだ名なんですよ。あ、そうですか。ヘイを英語にするだけで随分こう印象が。そうですね。これは、自覚とかも見て考えましたね。考えとったのは嫁はんの方ですけどね。余計な油が浮いてると思います。お願いします。小麦 100% の麺使ってるんで、この麺が結構僕気に入ってまして、これをカットしていきます。まだちょっと氷がパリパリと入ります。炒めの方がもうないんでね、手の方は。
まいもんの合わせでない方ですね。油がちょっと多いところですね。はい。断面がこんな感じです。はい。次が合わせるのでやっていきます。夜はお一人って言ってはりました。平日は8時までだいたい1人ですね。8時ぐらいに嫁さんが来て、パソコン使って発注とか。これが断面がこんな感じで。本当ですね。脂身と。はい。おすすめグルメたくさん届いておりますのでご紹介していきましょう。まずは大阪市阿部の本当に開店していないお寿司屋さんのような美味しさ。金沢狭さものすごいここでしょ。人一人が。それから長野県から笹に包まれた押し寿司千葉寿司です。立花ラーメンね。なんか聞いたことがあるんだけど食べたことないんですよね。2つのパーツを1つにしてるんですよね。こういうところの方が脂身が少ないです。2つのパーツを合わせてるんでカットするときに崩れやすいのは崩れやすいです。丼の方ですね。嬉しいのがね、全席ソファーなんで赤身のところはちょっとちっちゃめに切ってます。このひき肉を生でいただくことができちゃいます。チャーハン用の卵ですね。餃子入ります。サイドメニューに合わせてラーメン作る時間考えますんで、なるべく同時に提供できるように。
歳ちなみに私のXの方ですねその模様を開催いたします10代牧原瑠衣さん11歳ドリームズカルツユーと中之島にぎわいの森のコラボレーションプロジェクトが12月25日まで中之島周辺にございます。ありがとう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 ございます。
ソースですね。おすすめしてますね。そんな母が持っていた東京ロードサタデーナミーフィーセントキャンプを選んでください。X もあります。ハッシュタグ SMC 更新で AI を活用して画面上で被爆者と疑似的に対話したり普通の感知の影響を受けるため全体に雲が広がりやすいでしょう。秋口から今ぐらいにかけてエビ醤油をやってで冬は味噌をやろうかな。ちょっと春はまだ考えてるんで。私に忙しいホテルこちらの主題歌「フォーダンス」を12月18日水曜日にリリース。近くで仕事しとったから、帰りにラーメン屋探してたらGoogle マップ出てきたからここいいなってめちゃうまい。めちゃうまいです。その後、ビデオストリームが新しいキスの時代のライブショーやメタバースと呼ばれますネット上の仮想空間でパフォーマンスを受け
がラグビーこれはもうしてますいらっしゃいませ。お願いしますお待たせいたしました。しっかり醤油の方。はい。はい。ありがとうございます。こちらしじみ醤油ですね。ありがとうございます。先々週引っ越してきて、はい、お近くにでラーメンって調べたら一番上に出てきたんで美味しそうと思ってでちょうど醤油食べたかったんでしじみ醤油と、がっつり醤油しっかり醤油ザ中華って感じで実は面白いなここ黒かっこいいねまたやらせてもらいますありがとうございました。来週12月14日サンクスウィークのショートフォーメンスなのでどうも特別にお願いしましたなかなかね今日はたくさんでバンドの上に流し込やらせていただいてで仲は良かった2人でどうこうことはなかった仲間でグループの中に今日のメニュー紹介しましょう今日のサタデーはもうこのお店もいきなり店始めましたみたいな今日ちなみに何頼まれたんですか？しじみ醤油前回はまた違うもうこれ一択でもうめっちゃ気に入ってあるんですそうもうしじみのスープが最高でデムの
これ第一工程でバラかけって言って、粉を1枚の板に仕上げて、でそれを2つ作って、伸びていってる状態ですか？そうですね。こう見ていただいたら、ここの厚みとここの厚みだいぶ違うと思うんですけど。ラーメンだともう一回ここで伸ばすのでもっと細くなります。適度な厚みなので、厚みは OK で、次重さですね。ちょっと重たい。湿度温度によって麺質も変わってくるんで、その2、3日で急に変わるってことはないんですけど、年間通したらやっぱり季節によって変わりますね。愛情を込めてやってます。
じゃあ行きます。一応66から70度の間で調整はするんですけど、やっぱ日によって下がっていくペースが変わるんで。半日以上はつけてます。これ大体98度まで持っていきます。つけ麺のスープ割りのつけ麺の割り出しは結構魚介系の。そうです。もう魚のみですね。
は何年になるんですか2012年ですね。2012年はい。今年で11年目になります。まあこの仕事しようっていう時にちょっとまあ人生初めてリストラあって、僕何も手に技術も何もなく、まあ、ラーメン食べるのが好きやったんで、そういえばラーメン屋さんって卵切るのもなんか糸で切ってるし、ネギもなんか変な機械で切ってるし、チャーシューも変な機械で切ってるし、包丁使えへんけど俺でもなんとか頑張ったらラーメン屋さんになれるんちゃうかなと思ったんで、まあ関東の方修行行って、なんかノロマさんを始める前はどこかでラーメン屋さんされてたんですか？修行の時代はやっぱり1軒目は魚介豚骨の濃いお店で、まあ、2軒目はあっさりした鶏チンタンのお店で、奈良ってやっぱスタミナラーメンばっかりなんで、まあ、こういうつけ麺をこうちょっと奈良の人にも喜んでもらえるんじゃないのかなとは思ったんですけど、やっぱりこう年いくごとに好みも変わってきて、まあ、鶏白湯っていうジャンルにちょっと出会った、まあ、知ってラーメンで食べたらむちゃくちゃ美味しいなと思って、これまあこの鶏白湯のラーメンで初めはねスタートして、でやっぱり僕濃いのが好きやったんで当時も、まあ、鶏白湯の濃いのを目指してこう誰が食べてもこう、ね、鶏のスープで分かるスープを目指していこうと思ってスタートしたんですけど。これはいつからつけてる分なんですか？漬け込んだその次の日から使えるやつで、今日仕込むやつは明日使う分。いらっしゃいませ、どうぞ。焼き飯もんです。はい。波。いらっしゃいませ。こっち
選手は大人気。ご注文何されたんですか？特選鶏そばと塩です。よくお店には来られてるんですか？めっちゃ来ますね。結構鶏の風味が強くて、でチャーシューもレアで美味しい。すごい美味しいです。はい、どうぞ。辛いです。はいよ。はい、特選までですか。メンマトッピング。上がりです。はい。ネギ別から。で、醤油。上がりです。はい。特選しよう。出てらっしゃる。特選しよう。はい。で別はこれしかない。そうですね。ほい。お疲れ様です。ありがとうございます。何をご注文されたんですか？特選混ぜそばを2人とも、はい、なんか具とかいっぱい入っててすごい美味しかったですね。チャーシューも、ね、はい、薄切りのやつと美味しかったです。角切りのやつがあってすごい食感も違くて美味しかったです。
ありがとう。恥ずかしいね。はい、混ぜそばの汁ありバージョンみたいな。いらっしゃいませはい、これこっち。はい。いらっしゃいませはい。塩の並盛りになります。ちょっと熱いのでお気をつけください。特製の塩になります。なども少々お待ち。にカット焼きはいよ。いい。醤油だい。塩醤油。そばです。揚げそばです。お願いします。
お願いします。お願いします。今入ったそばで焼き飯です。塩波にちょっと。係に。塩波。つけなんでつける。上がる。少々。サイド塩になります。ちょっと熱いのでお気をつけください。サイドメニューもう少々お待ちください。すみません、唐揚げの方と、鶏皿すぐお持ちします。すみません。鶏皿出ております。お気をつけください。高いもんで言ってもカップ武田市でもカップラーメンレトルトカレーとか、そんなんばっかりみたいやから、やっぱむっちゃ喜んでもらえるし、ほんま飲食店やっててこうね、まあ、ほんまに行って飲食店やってて特にラーメン屋で良かったなっていうのも思ったし、やっぱり僕ができるこう最後のね一番大きい地域貢献じゃないのかなと思って、ほんでまあねとりあえず頑張っていこう思って言ってるだけですけど、まあせやけどほんまに嬉しいです。あんだけ喜んでくれたら。